それでも俺、麻雀に勝ちてえんだ。リーチだけで麻雀できるけど、全然勝てねえ。俺もリーチ。もう簡単に負けて4着や。やっぱり防御も必要。現物、筋、自敗を使って、ベタ折りじゃ。で、タイの2着。詳しい方法は概要欄本編から。はい、説明編ではお久しぶりです、皆さん。仕事で考察されてたり、動画の尺的に何本にも分けて投稿が続いててすいません。ということで、今回は待望の第3回説明編やっていきます。はい、今回から見る方も、前回見て内容を忘れた方も嬉しい振り返り編から今回はやっていきたいと思います。まず前回なんですけど、リーチって言うために自分の手だけ見て進めるだけじゃ勝てないよっていう話から、先行でリーチ入った場合は降りようねって話しましたね。で、降りるときに使う麻雀のルールで振り点というのがあって、それを応用した現物と筋。実践編ではどれもないときは地や端っこを切ってしのぎましょうっていう話をしてました。これによって第1回ほど放充せずに安定して2着とか真ん中より上の順位を獲得することができましたね。ただ、ここで見てほしいのが2着と1着の入ってくるプラスポイントの差ですね。これは麻雀っていうゲームがどれだけ1位が偉いかっていう話を表してるわけです。まあ、せっかくなら突破欲しいですよね。ということで、今回、泣きのお話というわけです。ついにポンや地位をする時が、皆さんにも来ました。お待たせいたしました。まず、泣きとは何ぞねという話からなんですが、要するに、自分で引いた牌ではなく、相手が捨てた牌で手を進められるよっていうようなお話になってます。これまでは自分の引いた牌で上がりの直前、テンパイまでこぎつけていましたが、泣きを使うと自分の牌だけでなく相手の牌も使えるわけですね。スーパー便利。ただ、もちろんいいことばかりではないですが、それは後ほど説明するとして、今は泣きの種類について説明していきたいと思います。もうスライドでは出ていますが、まず地位。これは階段で左の人のみから牌もらえるよっていう意味です。専門用語で言うと、春津を作るための泣きですね。前回パートで言った通り、階段は作りやすいので、対象も左の人のみとちょっとだけ制限があります。続きましてポンです。これは2枚同じ牌を持っている場合、同じものが捨て牌に出た時に誰からでも3カードにすることができます。専門の用語で言うと交通の形ですね。ポンは先ほどの地位に比べて3カードの難易度が高い分、誰から出ても発生できますよって優先度としては地位よりもポンの方が優先されますので、それは頭の片隅にインしておいてください。で、缶っていうのももう一個あって、これは自分がすでに3カードにしているものを4枚の4カードにするっていうものなんですが、今回はそんな説明しません。今回あんまり深く喋りませんので、缶っていうのがあるんだぐらいに思っといてください。冒頭でお話しした通り、簡単に手が進むんだからいいじゃんってわけではなく、もちろんデメリットもあります。デメリットはスライドの通りなんですが、始めたての方で苦しくなるポイントがリーチができなくなることですね。以前、折を覚えて中級者に差し掛かっている皆さん、その人のデメリットは降りづらくなることです。まず、ポンチって言うとリーチができないです。なんでかっていうと、リーチという役自体が免税役って言って、ポンチしないことが条件になっている役だからですね。これで何が困るかっていうと、初心者の皆さん、リーチ以外の役を知らない方がポンチしたら、もうほとんど上がれないです。何かリーチ以外の役をつけなきゃいけないからですね。で、これは、以前、折を説明してそれができるようになった中級者成り立ての皆さんに対してなんですけれども、泣きを入れると折っていうのが難しくなってきます。なんでかっていうと、泣くと手の進みは早いんですが、その泣いた部分のパーツっていうのは全員にさらすように右側に置くために、単純に手配の枚数自体は減ってきます。その分他の人からリーチ入った時の現物や筋っていう数も手の数が減ってるので、筋や現物の数も減っているため、泣いた後には勝負をしたくなくてもせざるを得ないことになることもあるよっていうことは覚えておいてください。で、本題の2つ目なんですが、前述した通り私の動画ではリーチという役しか教えていませんので、ついにもう2つリーチ以外の役を教えたいと思います。はい、早速その役ですが、単ヤオと役杯という役です。どっちも実践編で詳しく手の見方、作る時のコツとか教えていくので、ここでは簡単に役自体を説明していきますね。はい、まず単ヤオは1、9自敗を含まない状態で手を作ると完成する役のことです。これは普段いらないところ、端っこだったり自敗をパッパパッパ切っていったところなので、そんな難しい役じゃないと思うんですが、例えば2、3を持ってる街の時、単ヤオにしようって思った時、1は上がりではなくなってしまうので、これは覚えておいてください。4のみの肩上がりという状態になります。続きまして役杯です。これまた皆さんパッパ切れって言っていた自敗なんですけれども、逆に特定の字であれば3枚揃った時に1つの役になります。役
に基本的になるのは白、発、チュンという三元牌っていうような3種類の役と、自分の目の前に書かれた方位と曲の数字で書かれている時の方位です。これはポンか自分で3枚揃えて完成する役なので、もちろん2枚から3カードでポンしても成立します。で、改めて説明させていただきたいのが泣く理由です。デメリットもあるのになんで泣くのか。もちろんプロの世界とかだと色々な理由があって泣きが使われたりもしているんですが、個人的に始めたての方が泣く理由はこの3つで網羅できるんじゃないかと思います。早い、高い、上がりやすい。早い、安い、うまいの3段活用みたいになっている。もう少し詳しく説明します。で、1に早い。これは泣けば早く上がれそうだったりとか、手は悪いからリーチではできないけどどうしても早く上がりたい。どうしても早く手を作りたいっていう時です。このプレゼンテーションの導入部分で話したシーンはこのケースに該当しますね。この時、チュンは手に2枚あったので、ポンしていればもしかしたら軽い上がりをできて、親が連チャンできて1位に望みをつなげられていたかもしれません。丸には高いです。これは後ほど詳しく説明していきますが、リーチまではたどり着かなそうだけれど、上がれば高いな、なんて時は、なんとか泣きで上がれる方法を模索したいっていう感じですね。3は上がりやすいです。一見早いに似てるんですが全然違います。例えば、3、4のソーズと、6、8のマンズの形が残っていて、自分の手はそれ以外全て揃ってる状態だったとしましょう。で、それ以外の手は全て2から8の真ん中の牌、単ヤオの条件が揃っている時です。この時、左隣から7のマンズが出た時、チーすれば2と5のソーズの単ヤオで上がれるような状態になりますよね。でも、普通に順当にいけば、これは例えば6、8のマンズを持った7万待ちでリーチになる確率の方が、7のマンズ自分で引く確率より高いので、そうなった時、7万待ちのリーチよりも格段に上がりやすくなりますよね。形があまり良くないところを泣きでカバーする。上がりやすくするのも泣きの醍醐味かなって個人的には思ってます。さて、泣きの条件に合った丸2の手が高い時ですが、簡易的な点数の上げ方を今回一緒に説明しちゃいたいと思います。さあ、お待たせしました皆さん。みんな大好き打点のお話です。これまでは上がるためのリーチ、勝つための折りを説明してきましたが、やっぱり高くてかっこいい手上がりたいですよね。それも役とかめんどくさいの覚えずに高い手上がれたらこれも最高ですよね。そこで、まず点数を上げるためのメソッドを説明したいと思います。点数を上げるためには大きく分けて2種類の方法があります。一つは役、もう一つはドラです。で、今回話したいのは下のドラの方なんですけど、一応どっちも説明しますね。まず役ですが、今回上がるために教えた単ヤオや役杯のことです。以前教えたリーチや麻雀知らない人も聞いたことがあるだろう国士無双なんかも役の一種です。役は上がるために必要になってくるのはもちろん、その役によって揃いやすさが違っております。当然国士無双みたいなかっこいい上がりにくい役になればなるほど点数は上がっていきますが、高い役は揃えるのが難しい上に初心者の方は全部覚えていかないといけません。その上、全然揃いにくいっていうような手を覚えたところで使う機会がほぼない役なんかもあります。当然いろいろある役を覚えて、それが何点かも含めて覚えたら麻雀のやる気なんてすぐなくなっちゃうので、前回はリーチ、今回は単ヤオと役杯など簡単な役だけ教えていきました。もちろんそんなに高くない役です。国士無双などと比べてリーチや単ヤオ役杯ともちろん点数しょぼいんですけど、その分プロの方なんかも一番使う役になってるので、数種類覚えるだけで麻雀自体はできちゃうっていう話なわけです。ただ今回説明したいドラっていう概念なんですが、これはいわゆるボーナスみたいなもんです。マリオでいうところのコイン、スマブラでいうところのスマッシュボールみたいなもんですね。ドラ自体はただのボーナスなので、上がるための役みたいな役割は期待できないんですけど、その代わり他の役と一緒にボーナスを持って上がったら点数を高くするよっていうようなシステムです。つまりどういうことかというと、今回も含めて教えてきたリーチ、単ヤオ、役杯を主軸の役として、ボーナスのドラをいっぱい持っていれば、その分点数は勝手に高くなっていくってわけなんですね。で、このボーナスは曲ごとに変わるので、何がドラなのかっていうのは次のスライドで詳しく説明するんですけど、ドラであれば今知ってる範囲の役で点数状況が見込める。高いかどうかわかるっていう話なわけですね。
実際ドラってどれなのっていう話なんですけど、ドラは全部で3種類ありますが、うち1個は上がる直前までわからないものなので、主に覚えるべきは2つです。1個目覚えるべき表ドラといって最も基本的なドラです。ジャンタマの画面だと左上の表示にある謎のこの範囲ですね。で、この範囲よりもプラス1数が多い範囲がその範囲のボーナス範囲となります。この画像だと6万が表示されているので、表ドラは7万、ボーナス範囲は7万ということになりますね。もしも、例えば9のマンズだったりが表示されている場合は、最初に戻って1のマンズがドラ。で、字が表示されている場合には、トン、ナン、シャー、ペイ、ハク、ハツ、チュンの順番で次のものがドラになります。なので、例えば、ペイが表示されてたら、ドラはトン。ハツが表示されてたら、ドラはチュンという形になりますね。方位の順番は東西南北じゃなくて、トン、ナン、シャー、ペイなどでそこだけお間違えないようにしてください。2個目は赤ドラと言われるものです。それぞれの牌が4枚ずつある中で、数の真ん中である5のマンズ、ピンズ、ソーズの1枚のうち赤くなってる牌が1枚だけあります。3枚は普通の5、1枚だけ赤いボーナス牌となっています。これが赤ドラというものです。で、これは一部のプロマージャン師の試合等では採用されないこともあるんですけど、ジャンタマをはじめ、身内での勝負だったり、一番有名な M リーグでは採用されているものなので、ほとんどあるドラとしてご承知ください。最後はあんまり初めてのうちは覚えなくてもいいんですが、裏ドラというものがあります。先ほどの6万が表示されている下の段にもう1枚牌があるんですけど、それのことを指してます。当然表示牌の下にある牌なので試合中に確認することはできませんが、これがある一定条件を満たした時に見ることができて、その牌も1個隣のものをドラとすることができます。で、そのタイミングが何かというと、リーチと宣言した上で上がれた時なんですね。なので、リーチは上がれる役となるだけでなく、偶然役になるような裏ドラというものも一緒に見れるっていうメリットも実はあるので、プロも使ってる役というのが背景としてありますが、裏ドラ自体はその時の運次第になってくるので、これに関してはそういうのがあるんだ程度に覚えておきましょう。一応リーチで上がった時、ジャンタマではこのスクショみたいな感じで表示されてます。はい、ジャンタマユーザーのみの共有なんですけど、ジャンタマを使って麻雀勉強中の皆さん、わざわざどれがどの横だからこれがドラみたいなものを数える必要ありません。ジャンタマではドラが勝手に光るような仕様になっていますので、ということで今回は思ったより盛りだくさんになってしまいましたが、早速実践品へ GO！